りやるとやばいと。あ、いた。どうも、ベトナム在住の浮津です。このシール50ね、オイル漏れしてる場所分かったんで、部品交換していきたいと思います。これね、前回、このステップを止めてるボルトが1本、ネジ山ダメになってるのが分かったんで、リコイルの方が後日するんですけども、もうステップね、外しておきます。あとね、結局ね、こっち側開けることにしたんですよ。なんで、オイルも抜いておきます。すっごい硬い力でしまってんな。どうによ。勝った。向き合ってるよね。閉める、開ける。ああ、開いた。こんな力で閉めるからね、ネジ山潰れんじゃないの。いや、これね、ネジ山潰れてんのこれだったんですけども、よく見るとね、4箇所全部一旦修理されてるんですよ。ベトナムはね、こういうやつを入れてるんですけども、でそれでね、これで直した後また上から潰れちゃってるんで、これね、普通のリコイルできないんですよ。なんでね、ちょっとこいつを外してみます。外すのはこれですね、エキストラクター。これじゃ小さいのか。こいつでこれやね。外れっかな。こいつじゃサイズ合わんのか。これで外れるかい。こんなダメか。いやダメだ。いや、でかいのにかよ。モンキーでね、外してみます。これでどうや。回ってくれ。回らんな。
いやー、どうやって取ろう。無理かな。真鍮やばすぎるんだな。あ、いた。怖い怖い怖いな。ここね、今日はちょっと諦めます。これ以上やるとね、壊しちゃいそうなんで、どうするのかね、また考えていきたいと思います。いや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 、これね、下側はちょっとまた今度やるとして、今日はね、こっちを先にやっていきます。これ外した部品ですね。同じのというかちょっとメーカーが違うみたいですけども、買ってきました。これですね。ちょっとね、接点の大きさ、これですね、違ったりしてるんですけども、基本的には同じもんだと思います。で、ここの配線ね、外した時に配置というか色の場所書いたんですけども、全く同じですね。とりあえずこれつけていきます。これね、さっきついてたやつでこうついてたのかな。で、今回買ったやつ、基本的にね同じ形でこうつけれて、ここが邪魔になるんですよね。で、こっちはそこをね切り落としてあって、だからこれもね切り落とすしかないんですけども、この部品本来はこうつく部品なんですね、どうもね。ただこれでつけちゃうとその中の位置が変わっちゃうし、これは位置を変えればいいだけなんですが、このストッパーが効かなくなっちゃうんでね、とりあえず今回は元々の付け方に倣って、これを切り落として取り付けしちゃいます。本当はこう付けたいんだけどね、いろいろ問題あるもんな。ちょっと元と同じやり方にしちゃいます。で、あとこのゴムもね切り取っちゃいます。いいのかな。これでこうつくわけだ。本当はねこれも変えたいし、消耗品なんでね頭削れていっちゃうんですが、こいつってねここにピンが出てるんですよ。うまく映ってないかな。映ったかね。で、この中のシフトドラムはこれがつく設計になってないはずなんでね、多分これ切り落としてつけてるんですよ。で、この位置固定、位置をね決めるのがすっごい大変というか難しいんで、うまく合わないんで、今回はね古いやつそのまんま使ってこれをねはめるだけにしちゃいます。じゃあシリコングリスを塗って、ここはどうしてもねオイル漏れやすい場所なんだけども、とりあえずこれでね、確認というかやっていきます。もともと配線をね中通してたけど、これおかしいんだよな。こ
ち側通してもいけんじゃない？これ自身もね、ここ通ってんのがおかしいというか、今回ね、こっち側に変えようと思ってるんで、こいつはこうするかな。曲がり方が急すぎる。まあいけるでしょう。これでカバーつけてね。ここ切ったりしてもいいんだけども、ちょっとこれで多分いけると思うんで、それは今度確認します。で、カプラーを外さないと通らないんだよね。エンジンを下ろしたくないんで、こいつはね、抜いてから通します。ちょっとね、バッテリーつないで確認します。このね、箱ごと入れるつなぎ方もちょっと考えなきゃいけないんだけど、まあまあ、とりあえずは一旦仮つなぎで。いやー、ここの配線はどうかせんといかんけどね。いろいろと大変ですよ。ああ、こいつが引っかかってんのか。まあとりあえず確認なんだよね。これね、ここにギアインジケーターあるんで、ちょっと確認していきます。キーをオンにして、今一速ですね。一回ニュートラル入れるかな。ニュートラルで、1、2、3、4と OK ですね。いやー、私ね、やらかしちゃいました下のね、はめてる真鍮の、リコイルというか部品取ろうと思って頑張ってたんですけどね、取れなくって諦めたんですが、これね、割れちゃってるんですよ。割れちゃってるというか、私が割ったんだと思います。こうなるとね、ちょっと私では直せないんで、エンジンを下ろしてね、アルミ溶接持っていきます。いやーこういうことやらかすからね、怖いんだよね。特に人のを預かるとね。ベトナムでは直せるはずなんで、どうにかなりますが、いや困りました。とりあえずね、今日はこれでおしまいにします。それではまた。困った。